にちは、あやです。皆さんは日本にはどれくらいホームレスの人がいると思いますか？おそらく日本を観光していて、ホームレスの人々を見る機会はあまりないかもしれません。世界と比べても日本のホームレスは決して多いわけではありませんが、ある一定数存在しているのは確かです。日本で法的に定められているホームレスの定義は、公園、河川、道路、駅舎、その他の施設をゆえなく帰居の場所として日常生活を営んでいるものに限られています。この定義は各国で異なり、例えばイギリスでは家があっても経済的な理由で維持できない人や友人の家に居候している人など、不安定な居住の状態にある人、住宅損失リスクのある人も路上で寝起きする人と同様にホームレス支援の対象としています。厚生労働省の2023年度の調査によると、全国の路上で生活する人の数は3065人です。同調査の16年前の人数18,564人と比べると8割以上減少したことになります。しかし一方で、安定した住居がない状態でネットカフェ等を利用する人は都内だけで一晩に4000人いると推計されています。いわゆるネットカフェ難民をはじめとする統計に現れない見えないホームレスの数を合わせると、甚大な数の人が今も不安定なところで夜を過ごしていると考えられます。ホームレス状態になる経緯は人それぞれです。ある人は仕事を失って、ある人は借金や奨学金と債務の問題で、自身の抱える病気や障害によって、あるいは家族との離別や介護離職が原因で、災害に被災してという方もいらっしゃいます。日本と世界のホームレス状態の人の違いとして明確なのが規模の差です。特にアメリカを見ると、ホームレス状態の人が生活している人数は日本と比べて大きく異なります。米国住宅都市開発省の2019年のホームレス評価レポートによると、2019年のアメリカでは約56万人がホームレス状態を経験したと発表しています。日本のホームレス状態の人の事情は、高齢化が進行していることが特徴として挙げられます。東京都のホームレスの自立支援等に関する東京都実施計画では、年齢分布として60歳代が約 48%、70歳代が約 23% というデータが出ています。60歳以上としてまとめると、東京都のホームレス状態の人の全体の 72% がそこに含まれることになるため、その他の年代と比較しても圧倒的な数値になります。また、ホームレス状態の人の孤立化も問題になっています。ホームレス状態の人に親や兄弟などの家族・親族がいるかという質問を行ったところ、約 70% がいると回答しています。そのうち家族・親族から1年間連絡がない人は約 81% と高い数値になっているのです。ホームレス状態で暮らしていながら家族と連絡を取っていない場合、不測の事態や問題が起きた時の自力での対処がより難しくなります。ホームレス問題は個人の意思にかかわらず、社会構造によってもたらされており、それによって生きる上の基本的人権が確保されていない状態として解釈できるでしょう。一方で、別の調査によると、自立に向けた今後の展望に関する質問に対し、今のままでいいと回答した人が約 35% もいました。
ホームレスの問題は社会の闇と捉えられがちですが、ホームレスという人生の選択を自らしている人がいるのも事実です。ホームレスの支援ということを考える上では、ホームレスがどのような気持ちで今の暮らしをしているのかを知ることも大切なのではないかと思いました。皆さんの国ではどうですか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。